皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年6月18日火曜日です。先ほど血液検査を終えて帰ってきたところです。血液検査の結果は、白血球が、正常値には入っていませんでしたが、好中球数の値が1500以上になっているということで、問題ないだろうという判断があったので、やっと経過観察という形に移行できることになりました。これから約5年間の経過観察になります。次回の、血液検査は2ヶ月後の8月20日に、受けることになりました。今現在の私の状況は、味覚がまだ戻っていないこと、そして、手足症候群の左足先の、しびれがまだ続いていること、そして脱毛状態ですね。頭髪も後から見ていただきたいと思いますけれども、まだまだ、脱毛というよりも発毛がまだ起きていないということです。で、一つだけ改善されたのは手先がだいぶ痛みなく使えるようになって、今はお箸を自分で持って食事をすることができるようになっています。ただちょっとした拍子に物を落としてしまうことはありますけれども、以前に比べたらとってもいい状態にまで回復してきています。今からですね、約半年前の11月にがんと言われて、とてもショックでした。その時に最初に出した動画に、多くの皆様から励ましのお言葉いただきました。私は、両親がんになっていまして、母はまだ健在ですけれども、父をがんで亡くしているので、私もいずれはがんになってしまうんだろうと思ってはいましたけれども、60を過ぎて、このタイミングで私がんになるかなというショックが大きくて、なかなか前向きにものを判断することができなかったです。でも、皆様方からの、コメントですね、がんサバイバーの方、そして実際に闘病している方、がんではないけれども、別の病気で闘病している方、そして、お友達、キャンピングカー仲間や股関節のお友達、皆さんからたくさんのコメントをいただきました。そしてそのコメントを読むうちに、少しずつ前向きになることができて、去年の12月ですね、手術を受けることができました。手術を終えた後、枕元にあった私の携帯を見た時に、夫からの LINE が入っていました。無事に済んだよ、お疲れさん、今はゆっくり休みなね、よかった、そういうコメントでした。それを見た瞬間、私生きて戻ってこれたんだなというふうに思ったのがその時の気持ちです。手術自体は、もう先生はベテランですから、何度もやったことがある手術だと思いますが、でも、手術は本当に水物ですから、どんなにベテランの先生がやってもうまくいかなくなることもあると思います。なんで、がんの、大きさも大きかったし、もしかしたら開けてそのまま閉じられるのかなとか、いろんなことを悪い方向に考えていた時期もありましたが、無事に終わったんだなと思ってほっとして、そして生きていられることが一番いいんだ、一番幸せなんだと思える自分がそこにいました。そして、先生からは、取れたけれども、抗がん剤治療は必ずやってね、6回やってねというふうに言われて、その抗がん剤治療も、回数を増すごとに1回目より2回目、2回目より3回目、本当にだんだん辛さが増していって、また新しい副作用も出てきて、本当に辛かったです。正直言えばですね。でも、皆さん方から、その動画に対してコメントをたくさんいただいて、一緒に頑張りましょ
私もこんなでしたよ、でも必ず大丈夫ですよ、励ましていただいて、やっとここまで来ることができました。本当に、皆さん方のおかげだと思います。感謝しています。今現在もね、闘病されている方いらっしゃると思いますけれども、みんな同じです。一緒に頑張っていけたらなというふうに思います。私は今日ですね、先生から、再発の文字は、頭に入れておく必要があるよということも言われました。手術も無事に終えて、抗がん剤治療もきちっと受けることができて、それでもまだ再発という危険はあるからこそ、経過観察というのをしなければいけないんだということです。私の病院では5年経てば卒業ということで、それ以降は、自己管理だけになりますけれども、その間、最初の3年までは、3ヶ月ごと、そして1年に1回の、CT 検査ですね、造影剤を入れた CT 検査をして、4年目以降は半年に1回になるというふうに今日伺ってきました。でも、私自身は再発っていうことは頭に入れておかなければいけないことだと思いますけれども、夫とも話しましたが、経過観察っていうのをきちっと受けていれば早めに、見つけてもらえるのかな。だから逆に安心していられるなというふうに思っています。ですから今日これから先、この5年間はあまり再発のことを日々、くよくよ考えることなく、毎日毎日生きていられること、幸せをかみしめて笑顔で過ごしていきたいなというふうに思っております。本当に皆様方のおかげでここまでたどり着くことができました。ごめんなさい、泣かないつもりでしたけど、なんかやっぱり気持ちが昨日は本当に夜中も寝れないぐらい緊張していたので経過観察に無事になることができてほっとしています。同じような病気でこれから、経過観察待ちの方もいらっしゃるでしょうし、経過観察中の方もいらっしゃるでしょうし、いろいろな方が、この動画を見ていただいていることと思います。これからもどうか一緒に、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。日々笑顔でいられるように、楽しいこと、嬉しいこといっぱい日々やっていきたいと思っています。本当に今私があるのは周りの皆さんのおかげです。ありがとうございました。今回はお礼が言いたくてこの動画を撮らせていただきます。次回は、笑顔でまたお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。